はい。どうも皆さんこんにちは。クワトロです。風子戦場直前でね、もういよいよ水着で風属性のメインディッシュ到来ということでね、皆さんもうお気づきかもしれないですが、もう超魅力的なキャラが風属性に実装されたということで、本日も、限定キャラに対してのガチ勢対談をやっていこうと思います。はい。それでは本日も風属性好きの声優さんに来ていただきました。では本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、このバンピーが来る前は、なんかあれだったよね。その話題としてはなんてか知らないけど、水子戦場の話題みたいな。もうずっとね、バレットやら。そうバレットやら、フレズベルグやなんたらみたいな感じで、もうなんかあれだね、SNS の TL とかなんか水属性に意識に埋め尽くされてて、なんか去年の古戦場と一緒じゃねみたいな。去年の古戦場もあれだよね。風古戦場直前だと思いきや、パーシバルが実装されて、なんでみたいな感じで、風古戦場じゃなかったんだっけみたいな。あれひどかったよね。そうなってたんだけど、もうみんながもう風古戦場を意識せざるを得ないようなキャラクターが実装されたので、はい、じゃあちょっと今日はね、浴衣ワンピについていろいろ話を聞いていきますか。はい。で、声優さんとのこの対談なんですが、今回で3回目ということで、はい、そのゼピロスのその武器編成の組み方とか、そのバンピが来る前の現実戦の想定ムーブとかもいろいろちょっと教えてもらってたんですが、先日ね、ガチャバトルを一緒に声優さんとやったんで。やりましたね。もうなんか、あれだったの、ここで弾けなかったら対談できねえんじゃねえかみたいなこと言ってて。あれは本当にもう怖かった。はい。ということで、ちょっと対談と関係ないんですが、はい、オイラー芋煮会のね、団長ともにさんと自分と声優さんで、先日ガチャバトルを実施したんで、一応概要欄にここにサムネ出してると思うんですけど、ガチャバトルが気になるっていう風な方はぜひそちらもご覧ください。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ、今回はね、今回は普通に真面目な回なので、はい。はい。じゃあ、バンピーについてちょっといろいろ話をしていきますか。はい。行きましょう。はい。それでは、麗しき乙女、浴衣バンピーということで、ちょっと名前は出せないですけど、どこかの、お里かな。上の、上も、そうね、大興奮だったよ。ということでね、もう、だいぶ話題になったんで、ゲームウィズの得点とかももうなんかすごいことになったんで、もう知ってる人がほとんどだと思うんですが、一応ね、もうこの、キャラクターの評価対談については毎回ちょっと聞いてるんですけど、はい、浴衣バンピーが風子戦場で必須ですかっていうところだけちょっと最初に聞いていきましょうか。もうね、これを取らんとかは、ちょっとしんどいよ。取らないとしんどいよ。本当に手動でもフルオートでも必須なんだわ。必須ね。もうなんか気持ちいいぐらいのすがすがしい必須が出たところで。でもあれだね、俺前回のハロウィンリッチが実装された時のやつ覚えてるけど、はい、あの時あれだったもんね。フルオートをメインでやるんだったら、ないと困ることが多いみたいな感じだったけど、もう今回はもうそういうレベルじゃないもんね。どっちも使うからな。これ。では、性能についてはもう知ってる人がほとんどだと思うんで、この浴衣バンピーの、声優さん目線で結構強いなって思ってるところをちょっと何点か教えてもらえますか。このなんかニアビの効果が不明だったんですけど、判明してからとにかくこれがもうやばいくて、全部やばい。弱体耐性が 100%、これの追撃も 20%。で、TA が50% アップなのがちょっと残念っていうのもあれだけど、それでもすごい高い効果で、あと、何気にえぐいのこれなんですよね。ダメージの上限が 15% アップが5ターンっていうのがとにかくえぐい。このなんかニアビがとにかく強い。いやー、なんかそうなんだよ。なんか最近好きだよね、こういうアビリティ。なんか、はちゃめちゃバリューみたいな。これでも十分強いのに、封印は持ってるはディスペルとスローをやりつつ、なんかさらにこれ自分の攻撃大幅アホでしょ。盛りすぎ。やりたい方だよね、これ本当にね。このアビリティだけならまだまだまだって言うんですけど、このサポアビットも合わさったらもう意味がわからない。特に2番目がやばくて、ニアビの吸収効果がやってる時は、1アビが自動発動するから、もうなんかえぐいよ、これ。しかも、2アビの効果も、5ターンだから手動する時とかはもう全然問題ないけど、結構なんか力也12ターンで長いなーっていう風に思いきや、なんか扇で短縮があるからね、そんなでもないっていう。とりあえずね。はい、もう説明しちゃい。ということでね、どっからどう見てももう最強キャラだろうっていう風なことなんですが、はい、じゃあ逆に、はい。逆にね、声優さん目線で、ちょっとここだけ残念だなっていう風な点とかあったら、そっちも教えてもらおうかな。てか、これはもう本当になんか贅沢な悩みなんですけど、防御とかのデバフ、それを持ってないのが本当になんか若干のマイナスで、あとこれは片面とかは問題はないんですけど、両面とかに
なってくると、その上限は増やせるんです。火力自体を伸ばせるっていうのがないんで、その上限を出しにくいっていうのが、ちょっとこれが難点ですね。あれか、両面って両面属性主導ってことね。そうですね。でも、こんなの持ってたら、これは本当に、強すぎるから、もう贅沢な悩みだよ、本当に。はい。では、浴衣バンピーについては、はいほぼほぼ100点満点に近いぐらいの性能っていうところはもうなんか、もう説明不要みたいな感じでもうみんな分かったと思うんだけど、はいちょっとあれですね、そのバンピーの武器も結構なんか良さげな性能をしてるみたいなんで、ちょっとそこについても聞いていきますかね。はい、じゃあ、武器の方も、とりあえずこっちで見ていきましょうか。はい、スキルがこういった感じで、治癒、渾身、守護っていう、シャルケンに嬉しい3つですね。こういった点が、とりあえず、礎とか、そういったのが用意するのが難しい方にも嬉しい3点セットです。かぶるのがほとんどないから、そういった点でも、有用ではあります。奥義効果なんですけど、これが、全体吸収が4ターンっていうのと、ここには出てないんですけど、奥義ゲージが 10%。この武器はどういった用途で使うかっていうと、マナダイバーのメイン武器としてっていうのがメインになってくるんですけど、いい点があって、とにかくバンピーとの相性がもうすこぶるいい。本当に。そうですね。マナダイバーって基本なんかマナーベリでゲージを消費するんで、基本的に奥義は打てないんですけど、この6ターン目になんかちょうどこれが使えるようになったタイミングって、奥義ゲージがだいたい 70% になってるんで、そのまま奥義を打つことで、バンピーの吸収効果が、なんかずっと、続くっていう点ですごい相性がいいんですよね、この武器。はいはいはい、なるほどね。1ターン目にマナダイバーだったらシークレットトライアド打って、多分1ターン目か2ターン目ぐらいに奥義打って、5ターン目ぐらいまでにもう1回奥義を打つって考えると、4ターンリキャスト短縮されるから、じゃあ5ターン目に切れるから、4ターン後とか3ターン後に使用可能みたいな状態。じゃあめちゃめちゃぴったりじゃん。そうですね。そういった点でなんかめちゃくちゃもうぴったりな武器ですね、この武器は。なるほどね。バンピーのその吸収を、多分ほぼほぼ切らさないみたいな感じで使えるってことか、要するに。はい。なんか結構今聞いた感じ、結構マナダイバーって今、本当に振ろうとするなら主力ジョブだし、結構なんかすごい便利な武器に見えるんだけど、これやっぱなんかあれなのかな、結構優先的にとつった方がいい武器なのかな。バンピーを採用時のフルをメインで使う場合は欲しい武器です。なんで作る価値は高いですね、僕の中では。でもかといって編成ができてないのにこっちを作るかと言われたら待ってくださいとしか言えんけど。あれね、その第1回目の対談で言ったその、シャルケンイービア探検、そのエタラブグリム槍みたいな。でもグリム槍とかよりはなんか、使えそうかな。そっちよりかは、上ですね。なんで、正確にわからない場合は、マシュマロにも待ってます。個人の手文字の状況によるかみたいなやつが。というので、お願いします。はい。それではバンピーと、ちょっとおまけでバンピーの解放武器になでなでしてしまった。はい。好きあらばなでていくからな。はい。ということで、バンピーとかについての評価については、ちょっといろいろ聞いてきたんですが、実際ね、どんな感じの想定で使えるキャラなのかっていうところ。はい。だから結構なんか性能としてはすごい高そうだから、その古戦場がメインの対談であるんだけど、なんか古戦場以外のところでもなんかいろんな想定の使い道があれば、ちょっと考えてるところちょっとお聞きしたいですね。これが、なんか僕が最初に、使い道で思いついてたのが、剣豪の奥義軸で、奥義軸なんだね。はい。用途がベリアルとかそういった、高難度の、想定の編成なんですけど、ちょっとなんか、武器は、なんじゃこれ。装備は僕の趣味なんで。やりたい放題だろ、これ。これについては本当に、なんかベリアル仕様なんで。これについては動画出してるんで。そっか、動画出してるんだね、もう。はい。そうですね。なので、そちらも
ろしければ。 OK。じゃあ今ここにちょっとサムネイルと概要欄の方にリンクを貼っておくと思うんですけど、なんか簡単にこのバンピーの採用理由っていうのは一体どういう立ち回りのやつで入ってるのかな、これは。CK のこのなんか吸収の成功率が 200% なんで、外さないんですよ、ほぼ。で、毎ターン、これ、フルチェインをなんかするっていうので、毎ターン奥義を打つことで、このなんかニアビの吸収するから、一上げが発動するっていうので、ベリアルの CT が止まらないっていう。スローキャラでもあるってことか。そうですまあ要するに。うん。確かに。そうか。そういえば、そう言われて結構相性いいね。予兆ほぼほぼ解除できそうだもんね、これで。あと、ベリアルって、75% からさ、アビの封印とかあるじゃないですか。通常攻撃。忘れてたわ、そんなん。これで、カットするんですよ。あー、なるほどね。まあ、っていうので、まあ、すごく相性がいいし、まあ、さらにこの花火を、いや、でもそうだね。その高難度といったら封印ついてるのはめちゃめちゃ強いからな。っていうのでもうすごかったですね。今までの風で多分一番楽でしたね。でもバンピー引いた人に関しては、もうベリアルソロショーもぜひ狙ってほしいみたいな感じだね、じゃあ。もうだいぶ多分楽になるって感じですね。めちゃくちゃ強かったです。本当に。でもなんかそういうところを聞いていくと、なんか今後の実装される高難度でも全然可能性ありそうだね。ありますね、これは。なんか他にもなんか編成あります？まあ、普段使い用でからこのフルオート。なんか一番なんか丸くて安牌で強そうな編成きたな。まあ、武器は、はい、さっきと比べたらまとめです。すごかったからな、本当やりたい放題だったからな。まあ、これのなんか使用場所が主には、日課系も全部ですね。もうなんかベンヌから何から何まで、もうなんかとりあえず迷ったらこれで。じゃあなんか結構あれなんだね。もうなんか汎用編成みたいな。もうとりあえず雑流れ編成みたいな感じでとしてもこんな感じでいけると。フルオート行ったらとりあえずこれみたいな。まあ、でも、確かにそうか。まあ、リッチでデバフ入れて、片面ルシね。はいはい、なるほど。そうか。片面ルシでディスガも入れて。っていうのもまあ、汎用性がなんか高くて、いい編成だ、これは。はいはい、なるほどね。でも日課のフロートに入るんだったらもうなんか、日常使いとしてはもうほぼ全てみたいな感じだよね。そしたら。そうですね。相当なんか賞味期限長そうだね。リッチも強いけど、リッチと一緒にいられるんだ。そうですね。まあ、そうだね。リッチがデバフ持ってるからデバフなくなりそうだもんね、この編成だと。そうですね。もう、いいビアなんですけど、まあ、この枠は比較的まあ自由ですね。その他だったらまあ、もう少しバフが欲しい場合は、まあ、ミオだったり、アビダメにする場合は、バレグリー。で、あとは、ダルメア。っていった感じで、まあ、そうですね。ここが入れ替えですね。このなんか2キャラはだいたいまあ、固定でいいかな。汎用だし。ハルインリッチが出てきたけど相当強かった印象があるけど、なんか肩を並べるぐらいの強からって考えると、やっぱ風属性のフロートやばいな。やばいっすね、これ。本当に。いやー、これ古戦場のフロートだいぶ荒れそう。だいぶ荒れそう。本当に怖いわ。なるほど。じゃあまあフロートでももちろん使えると。はい。最強です。じゃあそれでは、今のところそのバンピー自体の評価っていうところと、まあどういう感じの用途で使えるかっていうところを話していったんですけど、まあやっぱりね、古戦場が近いんで、古戦場用の編成がやっぱ一番気になるし、一番その突き詰めていきたいなっていう風なところだと思うんで、その古戦場に関連した編成で何かアップデートがあったところがあれば、ちょっと教えてもらえますか？はい。とりあえず、そうですね、95ヘルに関してのアップデートというか、キャラがこういった感じの、まあ、スパルタの編成になってるんですけど、はい。それでは、高級木人こと、ガレオン君で、まあ、ちょっとやっていきましょう。手動と思いきやフロートです。はいはい、フロートね。95ヘルのフロート編成ってことかな。そうですね。手動はやっぱりもうレスラーにはやっぱ勝てなかったですね。だってめちゃめちゃ速かったね。十何秒とかでしょ。はい。でもなんかもうあっという間にポチ終わったな。これ、何ポチ？これが6ポチ1召喚ですね。はいや。今までのやつ一緒やん。めっちゃいってる。結構余裕あるね、そして。そのまま投げ続ける。まあ、30% までいってたね。もう楽しそうだった。危な。はい。まあ、こういった感じで、まあ、さっきので 30% 超えてたんで、もうだいぶ楽勝でしたね。余裕だね。あれでもね、このストローガレオンについては 33% まで削ればいいんで、はい、なんなら少し余裕あるぐらいだね。そうですね。実際なんか木人でやったんですけど、
1億4000万って出すぎ。これワンチャンバンピーの1とかも削れるレベルかもしれない、ひょっとしたら。まあそれはまた見つかったらちょっと、はい。まあ動画とかでアップデートをしたいと思います。了解です。じゃあちょっと編成もう一回見せてもらえますか。はい。はい。では、編成がこういった感じ。で、まあキャラは、そうですね。ここの3人はもう説明不要ということで、では装備がいつもの書いた装備。いや、めっちゃ綺麗だな。まあでもこうなるか。こうなるかね。ちなみにこれスキル数何個これで。これで17個なんで、まあ多分ぶっちゃけたこと言うと、この枠とか、シャルケン入れても大丈夫ですよ。出た。強すぎ。シャルケン3本目とかやってもいいんですけど。まあ2本。ね、ないし、なんかちょっとポチ多くすれば1本とかでも全然いけそうなぐらいの。そうですね。装備ももう少しなんか削減はできそうでしたね。ちょっと召喚石も見せてもらえますか。手動って水着ティアマトが必須だったじゃないですか。確かに、あれがいらないんですよ、この編成。確かに入ってないね。理由が1アビを使うと家確定。確かに。なるほどね。だから1アビ必要だったんか。まあなんで水着ティアマトを省略できるし、なんといってこれ何秒ぐらい出るのこれ。暗転開始から、攻撃を押すまでが20秒くらいかな。20秒はい。安いだろ。なるほどね。武器を揃えてる人は真似できる範囲の人も多いかもしれないね、これは。まあ装備の敷居もさすがにここまでは言わないけど、もう少しは全然なんか上げれそう。ひょっとしたらなんかこのフロートがもう手動になるかもしれないね。他にもなんか良さそうな想定とかあります？次が、そうですね。考えたのが150ヘルですね。次の150ヘルがこういった感じで。手動かな？そうですね、手動の。今度は手動ムーブね。はい、ということで、150のガレオン HL、で、フレンドがブロッキリンを選択してバトルスタート。はい、ムーブなんですけど、これ結構固定で、最初になんかマダイ召喚、バンピーの2を打った後に1を発動。で、その後は2をの3、1と発動して、ダルメアの1。で、本来はまあメゼラを発動するんですけど、まあ、今回は防御値の関係で置いといて、で、こちらのオロンラベを発動した後に攻撃。なるほどね。一旦目を普通につながると。はい。で、2ターン目が、相手の特殊にの対策としてバンピーの3を押します。で、その後にナルミアの3と多神人を発動した後に黒キリンを召喚します。なるほど。これで2セットやるみたいな感じね。はい。で、その状態で攻撃します。これあれだよね。バンピーでも3アビで固められてるからめちゃめちゃ自由度高いね。そうですね。めっちゃいいイメージ。すごっ。はい。で、この状態でベルゼバブを召喚。で、またもう先ほどと同じように3、ダルメの3と多神人を打ちたいんですけど、ヒットポイントが足らないので、ピュアポーションで回復をして、それで多神人を発動できるようにしてから攻撃。これで締めです。すごっ。だって、あれでしょ ?43% 以下までいけばいいけど、39% だからかなり余裕あるね。ニオの1だけで、古戦場の防御想定みたいな感じでやってもらってるけど、まあ、バブ召喚した加減になるけど、なんかそれを差し引いても全然通りそうだね、これは。そうですね。だいぶまあ、なんか余裕があったかな、とは思いますね。ちょっとじゃあ実際に与えたダメージが3億、まあ、討伐はできてたかなと思います。確かに。
めっちゃ十分いいダメージ出るじゃん。はい。OK、じゃあちょっと編成見せてもらえますか。はい。武器がもう先ほどとほとんど一緒です。まあ、そうだね。これについてうんはもうちょっと別に手抜きで、手抜きでは別にないんですけど。あ、でもなんかあれだね、シャルケン2でもあの編成できるんだ。それは結構朗報かもしれん。まあ3あった方がいいのはいいんですけど、2でも結構、そうですね、十分乗りましたね。で、終末巨差と。終末巨差ですね。うんで、まあ、召なるほどね喚石の方に移ると、まあそうですね、さっきと違う点は、まあ、マダイが入っていることと、多神人の関係ですね。なるほど。確かにね、ポーションでギリギリみたいな。けど、なんか2ターン目も結構多神人これ本当に打てるんだみたいな感じで疑問だったんだけど、いけたんだよね。そうですね。で、その辺が、これが関わってくるって感じか。はい、そうですね。まあそういった関係で、まあ今回採用やってみたんですけど、まあちょっとこのあたりはもう少し要研究かなっていうのがあるんですけど、まあこの編成のいい点が、水着コルワを使用しない。もう一つ、ベイン拳を使わない。メインで。いや、もうやべえじゃん。クワトロ大歓喜だよ。あれだよね、ベイン拳をない状態で、いつまで経っても卒業できない状態で俺はやってるからね。のも、まあやっぱり、スパルタっすね。スパルタ。いや、スパルタ相性いいね。もうスパルタとこのもうね、週末のなんかもう武器の相性が良すぎ。なるほど。でもこれ、あれだね。水インコレを使う使わないところもあるけど、その2プラがないからリロードがなくていいね。そうですね。そういった点でも、まあだいぶ楽かなって。2ターン目に、ほら、バンピーで封印する場合だったら、まあ自由度はさらに、まあ高いんで、結構、ここ、そうですね。ヤチマに変えるのもできそうですね、だいぶ。そうだね。ベリアルでもできるし、イービア召喚することもできるし、まあ、結構なんか融通効きそうな編成だね、これ本当に召喚を増やしたりすれば。そうですね。はあ、新時代だな。とうとう巨差終末軸が来てよ、風にも。まあでもやっぱりもう本当に、バンピーのおかげだね。いなかったらこの編成多分、できてなかったですね。いや、でもなんかこうして聞いてみると、その中長期のフルオートでも入ってくるし、その短期の手動もフルオートも、なんか入れる可能性あるみたいに考えると、本当に強いね、バンピ。そうですね。実際、高難度もできるし、フルオートも、さらに手動短期。万能だな、本当に。いやー、すごいな。本当に、バンピー一人で風属性の環境を本当に一新するぐらいのキャラ。いやー、すごい。150の部分まで、今の状態でもう影響があるって考えると、本当に夢のあるキャラですね。そうですね。だいぶお買い得です。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ今回ね、バンピー一人だけだったんで結構さっくりとした滞在になったと思うんですが、やっぱあれだね、もうまた撫でてるし。いや、そう。でも可愛さだけじゃないんだよね、バンピーね。めちゃめちゃ強い。えぐい。本当に。えぐい。で今回無料が被った期間のタイミングでもあるから、まあ、転生して引いたっていう人が結構多いかもしれないんで、まあ、今回のね、この動画の対談を参考にしてもらって、古戦場のムーブとか、あと日頃の日課でもめっちゃ使えるみたいなんで、そういったところでバンピーを楽しんでもらえたら嬉しいと思いますね、本当に。じゃあそれでは、まあ今回3度目になるんですが、まあ声優さんに実際に来ていただいて対談してきたので、まあ声優さんから何か告知とか宣伝とかあれば、ぜひよろしくお願いします。まあ、ここ最近ですね、まあ、動画とか、またなんかぼちぼちと出したんで、よろしくお願いします。火曜、木曜でまたライブ配信を再開する予定ですので、まあ、ぜひとも、まあ、そちらもよろしくお願いします。まあ、声優さん、なんか前回言ってた一つでね、心残りだったシャルケン3本目を無事ゲットしてたからね。ということで、まあ、晴れて、声優さんもほぼほぼ全持ちになったみたいなので、まあ、ライブ配信とかね、あとなんか、質問箱とか、概要欄にリンク載せておくので、まあ、ぜひ遊びに行ったりしてもらって、直接なんか話したりとか、なんかわかんないことあったら聞きに行ってもらえると、このコラボした回があるなっていうふうに思うので、ぜひそちらもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、あれですね。本当にこれで終わりなのかわかんないけど。もうそれでリミテッドをまたやってきたら怒るよ。いや、でもこのキャラ実装してさらに強い武器実装してきたらもうすごいけどね、逆に。暴れるよ、本当に。もうなんか若干もう環境めちゃめちゃ動いたから、ここで一段落、じゃあ古戦場までかみたいなところもちょっとなんか安堵の感じ出てるけどね、ここで。いや、あるけど、でもね、
サイ・ゲームズだからね。これ以上に強いものとか、その対談をするようなキャラクターとか武器が来るかわかんないんですけど、まあ一旦ね、その風属性の環境がすごいいっぱい動いたっていうことで、まあ風属性対談についてはちょっと一旦一段落って感じですかね。そうですね。じゃあ、あとは、ロムフェア対談ですね、次は。開かれるね。バンピーも来たからね。もうバンピー採用のなんかロムフェイヤ軸も結構あるんだよ。もう考えてるけど。月末のレジェフェスで、まあ、何か強いのが来るっていう風な可能性がちょっと拭えないんで、一応環境を動きってからやった方がいいかなって思うんで、あれかな、8月末の、レジェフェスか。そこの新キャラの実装とか環境の動き見た後でロムフェア対談をすると思うんで、ちょっとまだ技術としては先になると思うんですけど、風のルミナス武器でね、なんか一番なんか将来有望そうな武器なんで、その辺が気になるっていう人は、ちょっともうしばらくお待ちくださいっていう風な感じですね。ちょっと待ってね。まあでもあれだね、もうなんか途中経過でもいいからとりあえず見せてくれっていう人は声優さんの配信 GO って感じだね。はい。はい。では、今回の対談はこんな感じで終わりにしていこうと思います。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよければ、私、クワトロのチャンネルもチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。